このように裏面にも出ますんで、表裏両方見えることになります。はい、どうも、しんです。本日もアークサバイバルアセンディットをやっていきます。本日はですね、海賊船4カスタムペイント徹底解説をお送りいたします。アークサバイバルアセンディットジェネシスアセンディットパート1が実装されました。それとともに、オブズ・トゥルー・テイルのタイドス・オブ・フォーチューンが実装されました。これは有料ダウンロードコンテンツとなっております。この中のアイテムで海賊船というものが実装されております。各アイテムについてはですね、また別途お送りしようかと思っているんですが、今回はですね、この海賊船の方に自由にカスタムできるカスタムペイントのやり方をご紹介していこうかと思います。実際カスタムペイントをしていくと、こういう感じで自由にカスタマイズすることが可能です。結構細かく描写できるようなので、ぜひ気に入った海賊船を作っていただければと思います。今回は簡単3ステップで作れるようにご紹介していこうかと思っておりますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。普段ですね、アークについてトラップ動画、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアル、アークストーリーなど、アークを楽しむコンテンツをご紹介しております。ちょっとでも面白かったよとか、役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、本どうぞ。ではですね、まずステップに入る前に実際どういうものができるのかご確認いただこうかと思います。一番最初にテストでどこまでペイントできるのかですね、実験的にいろんな絵をペイントしてみました。チャンネルアイコンであったりとか、もろもろ、あと白地黒地でいろいろどこまで表現できるのか入れてみたんですが、こんな感じになってます。ジェネシスのロゴもですね、結構綺麗に出ておりますので、なかなかペイントですね、自由度が効くかと思います。細かいのはちょっと調整しないといけないところはあると思うんですが、意外とグラデーションの部分もしっかり出るようになっているようなので、いい感じになってますね。うちのクイナくんも出ておりますんでね、こういうタイプもしっかり出すことができるようでございます。ちょっと影が入ってるんでね、あれなんですが、この隙間と影が出る部分があるんで、デザイン考えていただければと思います。続いて別バージョンとして少しデザイン性を考えて作ってみたタイプです。レックスですね。このように裏面にも出ますんで、表裏両方見えることになります。大きく出してますし、ちょっと横に伸びる部分がありますんで、その辺はですね、うまく調整すればですね、いい感じに出せると思います。黒い方のバージョンですね。黒い方の場合、あまり影が目立たないので、割と綺麗に映るものになってますね。続いて、白い方に黒で描いた感じですね。カワウソデザインになっております。ちょっと伸びるんでね、鼻が伸びているんで、本来調整が必要になってくるんですが、白いところに描くとこういう感じになります。もちろん色を入れても問題はないので、下地も別に白や黒でなくてもですね、色入れることできますんで、ただ白だとですね、どうしても影の部分とあとちょっと汚れのデザインがあるので、その辺は出てしまいますんでね、デザイン性考えていただければと思います。一応この辺のデザインに関してはですね、チャンネルの Discord の方にも共有で上げておきますので、自由に使っていただいて結構でございます。詳しくは後ほどご紹介しますね。続いてですね、ステップ0として準備ですね。いろいろツールのダウンロードになります。セルカイさんの動画の説明欄にツールのダウンロード URL があります。この動画の説明欄にもあります。そちらからまず上の ASA のペインティングコンバーター。これ前からあるやつなんで、持ってる人はそのまま使っていただければいいです。開いていただくと Steam のコミュニティの画面になりますので、
こちらにですね、ASA のペイントコンバータの紹介ページがあります。もともとですね、キャンバスであったり、看板であったり、いろんなものに画像とかですね、貼り付けることができるデータを作るツールになってます。後ほどステップ2で使い方についてはご紹介させていただきます。このようにですね、複数のキャンバスに設置するとかですね、いろいろできますので、ぜひ他の要素でご活用いただければと思います。その中にですね、この部分、翻訳いただいてもいいんですが、ダウンロードって書いているところ、これの上の URL、こちらを開いていただきます。最初開くとですね、このように Steam から離れようとしていますっていう注意文が出てきますので、外部サイトに進みます。開いていただくと、制作者さんの OneDrive のフォルダーが開きます。こちらの上にも過去バージョンが出ているんですが、今最新が 1.2.1 になってます。この下の方をダウンロードいただきます。選択してダウンロードですね。自分はもうダウンロードしているので、今ダウンロードしないですが、これを回答いただいて、ご自身の管理しやすい場所に保存していただければと思います。フォルダーの中を見ていただくと、このようなものが出てきますので、一番上ですね、最後 .exe となっているものを開いていただくと、ペイントコンバーターが起動します。よく使う方は、スタートメニューであったり、ショートカット作ったりですね、しといていただくと、後々開きやすくなるかと思います。もう一つダウンロードするものがありまして、この下側ですね、セルカイさんたちが作っていただいた紅葉のテンプレートがあります。これも開いていただくと、このように Google ドライブ共有のページが開きまして、ここのデータ、テンプレートがありますので、これを選んでダウンロードいただければと思います。2個同時にした場合は圧縮してダウンロードされますので、こちらも回答して自分のわかりやすいところに保存していただければと思います。これの使い方はステップ1でご紹介いたします。この2つがダウンロードできましたら準備完了となります。では続きまして、ステップ1、デザイン作成となります。今回自分は Photoshop を使いますが、もちろん他のペイントツールでも問題はありません。そのままテンプレートをツールに読み込んでいただければいいです。ちなみに Photoshop に関してはですね、今回カンバスサイズを2048ピクセル四方になってます。幅は今2つ出しているんで4000になってますけどね。アートボードで出しているので2つ並べている状態になってます。Photoshop 使う方はアートボードで作っていただいた方がいろいろ便利だと思います。あとこれ分かりやすいようにですね、一旦透明度 50% に落としてますが、別に落とさなくても問題はありません。利用されているツールの機能に合わせていただければと思います。まずはツールにテンプレートを読み込んでいただきます。左がブリガンティン、右がスループになっております。各場所はこのようになっております。まず、下地の色についてなんですが、手段が2つあります。1つは、1色すべて合わせるということですね。このように、下地としてお好みの色に、今回自分黒好きなんで黒にしてるんですが、黒1色で揃えたり、もちろんピンクとか好きな色を1色で揃えるのであれば、単純にカンバスすべてに色を入れていただければいいです。もう1つは、この各穂の形に合わせて、それぞれ下地を置いていただくというものになります。これの利点に関してはですね、各場所ごとにこのように色を変えることができますので、一部だけ白やピンク、あと貼り付けたアイコンなどに合わせて、それを伸ばすようにですね、色を広げてみたりと使うことが可能です。ただし、5番、1番、8番に関してはですね、重なっている部分があるので、ここに関しては同色にしていただいた方がいいです。あと一応、3番も少し重なっているので、できれば同じ色の方がいいかと思います。角だけちょっと別の色が入ったりする場合もありますのでね、デザインに合わせていただければとは思います。ただ、1、5はかなり入りますし、8と1の重なりも結構深いので、目立つ部分になると思うので、そこだけご注意いただければと思います。
あと別で2番と7番に関してもですね、そんなに支障ないとは思うんですが、同色の方が変にならなくて済むかと思います。あと枠のですね、黒い部分の一部も表示されますので、各種置く場合はですね、このように黒い部分もできるだけ重なるように作っといていただけるといいかと思います。お好みで色が変えれるということになります。こっちで作った方がですね、1個ずつ色変えないといけないんでめんどくさい。1色の場合は1色で作った方が楽ですし、変えたい場合はこれで1個ずつポジション選んで色変えていただくのがいいかと思います。これはもちろんスループの方も一緒です。スループの方に関してはですね、この数字打たれてない部分は小さいので何か表現するっていうのはサイズ的にも難しいので一色になってます。ただ区切っていただいてその部分色変えることはもちろんできますので色設定いただければと思います。あとはこちらにですね、お好みの画像を入れていただいてツール的にですね、幅を細くできるんであれば少し細くしていただいた方がちょっと横に伸びるので実際にペイントした時にですね、ちょうどいい感じになりますので可能であればちょっと細めに設置していただいた方が綺麗にペイントすることが可能です。あとはそのデザインに合わせて、例えばこれであれば色的に他の色になるとおかしいので後ろの下地をこの黄色い部分と合わせていただいたりとか、ツールに合わせてデザイン考えていただければと思います。これでですね、例えばさっきお見せしたカワウソバージョンだとですね、このようになってます。書き出す場合はテンプレート消すのを忘れないようにしましょう。特に各区切っている場合、テンプレート黒い枠がちょっと出ちゃいますんで、ちゃんと消しとくと変に映らなくて済みます。この場合一色なんで別に一色の方でもいいんですけどね。レックスはこのようになってます。一色バージョンだとこういうデザインになりますね。枠のサイズだけ合わせればですね、大丈夫なので。一応黒い枠も出るので、ギリギリ大きく設定することもできるんですが、この色の枠に収めておけばいいかと思います。ちょっとはみ出たところまで出るというところがあるので、ちょうどぴったし合わせておいてもいいかもしれないですね。テンプレート消してから書き出すのを忘れないようにしましょう。あとは書き出した画像を後で読み込みますので、わかりやすいところに置いといていただければと思います。ステップ1は以上です。続いてステップ2となります。先ほどダウンロードしたペイントコンバーターを起動していただきます。先に簡単にペイントコンバーターの使い方を紹介させていただくと、左側に使う染料が出てきます。ここで使う染料を固定することも可能です。ちょっと使えないカラーとかは外していただいてもいいと思います。それに合わせてペイント用のデータを作ってくれるということになります。より細かく表示したい場合は全て選んでいただいていた方が綺麗に色が配色されるということになります。そしてオープンファイルで選んでいただくと読み込む用の画像を取り込むことができます。2番目のところでストラクチャー、キャラクター、ヒューマンとありまして、ストラクチャーが健在です。クリーチャーがペットです。ヒューマンがサバイバーです。それぞれ用にペイントを出すことが可能です。今回はストラクチャーになります。そして次のペイントターゲット。これで何に書く画像を作るかということになります。データに関しては書くものによって変わってきますので、それぞれ書き出す必要があります。キャンバスであったり、フラッグは地面に立てる方の旗ですね。この中にあるんですが、今回使うのはこちらのボーンマップ 512×512 になってます。そしてアウトプットディレクトリーとなっているところが書き出す場所になってます。今回自分はもう直接アークのペイントの場所に書き出すように設定しているので、それがですね、共通です。ドライブは自身がアークを保存しているドライブを選んでいただければと思います。そこから Steam ライブラリ、Steam アプリス、コモン、アークサバイバルアセンディットの中のショッターゲームのセーブドの中に My Paintings という部分がペイント保存すると出てきますので、そこを保存先にしていただければと思います。
ない場合は、フォルダマインペインティングズで作っていただいてもいいですし、全く同じ記入が必要になりますので、何かペイントを保存すると、そのフォルダ作成されると思うので、ゲーム内で何かペイントを何でもいいので保存すると、そこにフォルダができますので、そこを保存先にしていただければいいです。設定する場合は、このチェンジというところを選んでいただいて、このペインティングのところまで進んでいただいて設定いただければ変更することが可能です。続いて、下のバーのところですね。まずこの Fit to UV というところは外していただいていいです。これで大きく見やすくなりますので、あとはですね、こちらのデターリングでいいんですかね。このバーで詳しい話は省きますが、画質的なところですね。画像によってはですね、細かいやつは特に調整していただいた方がいいと思うんですが、綺麗に映らない場合はこの辺でうまく調整していただければと思います。あとなしっていうパターンもできますんでね。少し雰囲気が変わります。データに合わせて調整していただければと思います。そして Convert to Paint で押していただくとこのようになりまして、保存したよって出てくるので OK を押していただければ保存されますので、これで終わりません。これですね、こちらのオープンのところを押していただくと、このように保存先のフォルダーのデータが出てきます。この中で今書き出したものがこちらですね。画像データ名アンダーバーのこのように表記が出てます。このままだと、このテンプレートになっていないので、保存したデータの中に表示がされません。この進軍ワーマップとなっているところ、これをそれぞれブリガンティンであれば、こちら、ブリガシップ BP。スループだと、スループシップ BP に書き換えていただきます。もちろん、前のデータがあればコピーでもいいです。すでにあるんでね、上のようにブリガンティンで書き換えていただくということになります。これをこのように名前を変えるということですね。これで直接書き換えていただければいいので、なので、パソコンでないと、このデータの書き換えとかができないので、あとこのツールが動いてないので、パソコンで操作していただく必要があります。あとはこの保存データをコンソールに持っていければですね、コンソールでも使うことができるので、直接外からパソコンでいじって保存できるんであれば、それでもいけますし、無理ならパソコン使ってる人に一旦ゲーム内に書き出していただいて、それを自分でペイントツールで保存いただければ、コンソールの人でも使うことができるようになります。あと、人が書いたものをログアウトすると見れなくなるっていう方に関してはですね、一旦ペイントツールで保存いただければおそらく消えないはずなので、トライブメンバーとかですね、他の人が描いた絵を自分でもペイントツールで殴って自分のデータにですね、保存しておけば次入った時もそのまま記入されたままになっているかと思うので、そこだけどうしても消えちゃうよっていう人に関しては保存しといていただければと思います。ここのデータの書き換えまでがステップ2となります。次、ステップ3で直接ゲーム内でここに書き出す方法をご紹介させていただきます。ステップ2は以上です。では続いてステップ3となります。実際ゲーム画面に来てペイントをしていこうかと思います。ここでも2つ準備がありまして、1つはペイントブラシが必要です。これ作るのは木1、革3、藁10なので、船作っている段階ではそんなに難しい素材ではないと思います。気軽に作っていただければと思います。サバイバーの手で作れます。もう一つ、これはちょっと大変なんですが、染料ですね、作っていただければと思います。必要数出てきますので、その分だけ集めていただいてもいいですし、ローカルの方であれば、このコマンドを入力いただくと、全から99個手に入れることができるので、そちらでもいいです。今回ですね、パレオクトパスが染料に代わるアイテムを生産してくれますので、そこからですね、染料を作るっていうのも一つです。工業用調理器具ができていれば、そんなにペイント作るの難しくないかとは思います。一通り色作っておくといいかもしれないですね。では実際にやっていきます。まずペイントブラシ装備していただいて、船に左クリックすると船自体にペイントができるようになります。
帆自体はまた別なんですが、この状態でですね、先に船のカラーリングを考えていただいた方が比較的おすすめです。わかりやすく一旦赤で描いていくと、1番の領域がここになります。3番の領域が船体ですね。全体的な色味になってきます。5番がこの部分、金具のデザインのところになりますね。6番がこちら、穂先やつなぎ目の金具のイメージですね。そして2番と4番が穂の色になります。ただし4番に関してはですね、船体にも色が乗りますので、その辺は少しデザイン考えていただくといいです。ということで、こういうカラーリングにしてみました。できればですね、2と4は同じ色の方がいいです。ちょっと下地によってですね、色の乗り方が変わってくる場合があるので、一色にまとめといた方が、後の穂のペインティングに支障がないかと思います。そして、ここから穂のペインティングになるんですが、コントロールとコロコロで穂のペインティングに変わります。この状態でペイントロードしていただくと、さっきステップ2で登録したペイントが出てきます。今回は新チャンネルでいきますね。ここにですね、ペイント資源が出てきますので、これ見てから必要な分ですね、まとめていただくということも可能です。パーセンテージは使用する量になってますので、100% 超えてなければですね、1個あれば大丈夫です。もちろん 0% は使ってない色になりますので、気にしなくて大丈夫です。実際持ってなければですね、この不足している資源というところに出るようになってますので、そちらでご確認いただくことができます。1個以上使う場合は、ここが 100% 超えて出てますので、100% 超えるごとに1個追加で考えていただければと思います。これで1回ペイントしてみますね。あとはしばらくお待ちいただければ、ペイントがされるというものになってます。塗る要素によってちょっと時間がかかったりする場合もあるんですが、その辺はそのままお待ちいただければと思います。そんなに長いことはかからないと思いますのでね。今回一番ややこしいやつなんで、ちょっと時間かかるかと思います。はい、できました。こんな感じになりますね。基本下地の色が出るようになってますので、デザインに合わせてペイントしていただけるといいのかなと思います。基本的には下地の色に合わせて2と4でペイントしていただくといいと思います。白にするとこうなりますね。黒にするとこうなります。黒の場合はですね、あまり全体色塗っているものに対しては支障がないので、ただ黒の場合ですね、ステップ2の書き出しをですね、調整しないとこういう黒い斑点になる部分が出てきてしまいますので、そこだけご注意いただければと思います。この下地をですね、何色にするかっていうところですが、おおむね白にしておくとですね、妥当なところになってくるんですが、色のせているものもちょっと白っぽくなってくるので、そこだけご注意いただければと思います。ちなみに4番の部分はですね、色合いが変わってきますので、その点だけご注意いただければと思います。比較的黒にしていると一番使い勝手いいんじゃないかなと思います。全体にしているとき本に絵は載らないのでご注意いただければと思います。このバージョンにだけ絵が載ります。するとですね、このように出来上がりますので、実際に乗ってですね、動かしてみると、穂が開いて絵が見えるということになります。ちょっと逆光なんで影になってますが、こんな感じですね。穂の色とかですね、全体の色も穂と別になっているので、色を変えていただくことができますので、その辺でいろんな色を試してですね、調整していただくのも一つです。以上です。はい。では、いかがでしたでしょうか。本日はですね、このカスタムペイントについて徹底解説してきました。これ止まると穂が閉じてしまうので、走りながらエンディングを撮っております。今回ですね、ブリガンティンご紹介しておりますが、スループ線の方もテンプレート出ておりますので、スループ線の方もですね、ご活用いただくことが可能です。どっちでもいけますんでね。ちょっとですね、ステップ1のところに関してはですね、ペイントのデザイン作る部分の必要性がありますんで、そこだけですね、うまく作っていただければ、あとはそんなに難しいものないので、ツール使ってご活用いただければと思います。基本的には PC が必要になります。ファイルをいじる
必要がありますのでね。コンソールの場合は、コンソール内にファイルをいじれるようにできるんであれば、パソコンで作ったファイルをコンソールに入れて利用することが可能です。壁に当たると動き回らなくても、ここが開いたまんまになります。もしくはですね、お知り合いのパソコンお持ちの方にペイントしていただいて、ゲーム内で自身のところに保存いただければ、自分も使うことができるようになります。あとですね、トライブの方が書いていて自分見れなくなるなどがあれば、一旦自分のファイルにペイントブラシで叩いてペイントを保存していただければ自分のデータにも残るので、そのまま後日再ログインしてもそのまま残るはずです。ちょっとこれは試せてないので、ちょっと試してみていただいてですね、どうだったかコメントいただけると嬉しいです。ブリガンティン穂がいっぱいあるんでね、デザインどうするか悩ましいとこではあると思うんですが、スループ線は3つしかないんでね、そっちで最初デザイン頑張ってみるのもいいですし、自分のチャンネルディスコードの方にですね、自分が作ったデザインと、あと共有できるようにですね、作っておきますので、ぜひですね、みんな使っていいよっていうものがあれば、そちらに共有いただけると嬉しいです。ステップ1作るのがどうしてもできないよっていう方に関してはですね、メンバーディスコードの方でご相談いただければ、空き時間でざっと作れればと思いますので、ご相談いただければと思います。ちょっと確実にできるとはお約束できないんですが、あまりですね、普段メンバーの特典ないので、このあたりで恩返しできればと思いますので、一度ご相談いただければと思います。またですね、こちらの Tides of Fortune や Genesis 1の建築物ですね、など追加アイテムについてはですね、解説していこうと思っておりますので、ぜひチャンネル登録してお待ちいただければと思います。では本日は以上となります。アークについて困ったことがあれば、ここのチャンネルに来れば解決できるチャンネルを目指して頑張っておりますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。応援したいよっていう方はメンバー登録もよろしくお願いいたします。その他 Twitter や Discord などアークに関わる情報発信、コミュニティなども行っておりますので、詳しくは説明欄ご確認いただければと思います。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。